日本って静かで礼儀正しい国、そんなイメージありますよね。一方、日本人の皆さんにとって当たり前すぎて気づかない日常があると思うんですよ。韓国から来た僕は日本で何度も立ち止まりました。これが普通なのと。なぜ外から来た人間ほど日本に驚かされるのか。この動画ではネットで見つけた韓国人7人の投稿をもとに、韓国人が日本で衝撃を受ける瞬間を全部お話しします。見終わった後、あなたのいつもの日本がもっと面白くなるはずです。まず一つ目、言葉の優しさに驚くです。こちら見てくださいね。日本には出世払いという言葉がある。食堂のおばあちゃんが学生に向けて成功したらでいいよと言って代金を受け取らずに食事を出す時とかに使われる。食べるたび心の中に静かに積もっていく温かい光。解説しますね。韓国では年上や立場が上の人がおごることが多いです。先輩、後輩、上下関係の情を大切にする文化で、今日は俺が出すが美徳になる一方を正直財布に重くのしかかる瞬間もあります。一方、日本は方向性が違います。日本は基本的に各自払い。だからこそ、あえておごる行為には特別な意味が生まれる。その時に使われる出世払い。返済を求めない。成功を条件にもしていない。ただ、君はきっとうまくいくよと未来を前提にして差し出される言葉。この優しさは日本らしさそのものだと思いました。二つ目、気配りの形に驚くということです。日本で感じたこと、自転車の前に人がいてもベルを鳴らさない。黙って上手にずっと避けて通り過ぎていくベルを鳴らすこと自体が失礼だと感じているのだろうか。みんな自転車マスターみたいだ。解説します。韓国ではベールは注意喚起、鳴らすのが普通です。危ないから知らせる。法律を優先する発想かもしれませんね。でも日本ではベルは最後の手段。相手を驚かせない、空気を壊さないためにまず自分が動く。前の人を変えようとしない。自分の運転技術と配慮で静かに解決する。この無言の気遣いに日本人の気配る文化を韓国人は肌で感じていました。3つ目、言葉遣いに驚く。日本は本当に新しい言葉を作るのがうまい国だ。今回の旅行で知った言葉がカスハラ、カスタマーハラスメント。顧客による嫌がらせのことだ。正直、ほぼモベカルレベルの文化的衝撃だった。解説しますと、韓国でですね、こうした概念は基本的に英語をそのまま使います。韓国語を単体で短くする場合がほとんどです。例えば、日本でいう文部科学省を文部省と略す感覚に近いです。一方、日本は英語そのものを切って新しい日本語を作るリモートコントロールはリモコン。外人にとってこういうのは初耳だと正直わかりづらいです。でも一度仕組みがわかると妙に癖になるし面白いんですね。言葉を自分たちのサイズに作り変える。この柔らかさが日本語の面白さだと感じました。4つ目、東京の風景に驚くということです。東京のシティビュー、韓国にもこういうランドマークビルがもっと増えたらいいのにと思った。これ解説しますね。東京の高層ビルってただ高いだけじゃないですよ。六本木、銀座、大手町、それぞれに役割と物語があって、街の記憶として積み重なっています。これは世界で見てもほぼ日本だけの特徴だと思っています。デベロッパーと呼ばれる街づくり軍団があるということですね。三菱地所、三井不動産、森ビルなどがデザインしていますよね。だから東京の景色は一つの洗練された街として胸に残る。外から来た人ほど気づくと思います。5つ目、日本のクリスマスに驚くということです。日本で大学に通っていたのに知らなかった。成人の日以外、日本の祝日にあまり休めなかったせいだ。日本ではクリスマスは祝日じゃない。社会人1年目、たまたまクリスマスが週末で気づかず、社会人2年目に何事もなく出勤してようやく理解した。なぜだろうと思って調べてみたら、日本は憲法で宗教と国家、政治を分離すると定めている。だから、特定宗教の記念日は祝日にしない。そのため、クリスマスも祝日ではない。代わりに文化の日、スポーツの日など、文化や生活に根ざした祝日がたくさんある。解説します。韓国ではクリスマスは祝日なんですよ。キリスト教祖でなくても国として休む。でも面白いことに日本よりクリスマス熱は
低いということです。チキンを食べるわけでも、膨大な数のイルミネーションやマーケットが開かれるわけでもない。もちろん開かれてはいるんですけども、相対的に少ないキリスト教が多いからか、宗教的な意味の方が多いかもしれません。また、仏教も多いから、お釈迦の誕生日も休んだりするんですね。日本は休まないけど、だからといって宗教を排除しているわけじゃない。むしろ誰の信念も特別扱いしないために祝日を平等になくしている。生活と文化に寄せている。この割り切りが面白く感じたようです。6個目、日本のヤンキーに驚くです。近年、日本のヤンキーはこんな特徴らしい。主な居住地や郊外や中小都市、学生時代はやんちゃでも無駄に荒れたりはしない。高校卒業後すぐ就職するケースが多く、親の家業を継ぐ整備工、建設、運送、現場仕事など地域に必要な仕事に就く。結婚は早めで卒業後すぐ地元の幼馴染と結婚するか、4、5年以内の学生時代の友人、後輩と家庭を持つ。子供もたくさん持つ。妻は数年間育児に集中し、その後パートや短時間勤務に戻る。車は見栄えよりも実用性。家族全員が乗れるミニバンを選び、車は派手にカスタムする。各種アクセサリーや人形付け放題。休日は遠い海外より近所でバーベキュー、地元の祭り、親戚の付き合い、派手な成功欲はないが、生活は安定している。解説しますね。韓国でヤンキーというと、正直かなり本物が多いです。暴力、窃盗、集団犯罪に発展するケースも珍しくなく、周囲からは近づかない方がいい存在として見られます。だからこそ日本で最初にこの見た目の人たちを見たときに正直身構えるんですね。でも日本は全然違った。見た目は風量っぽくても中身は割と思ったよりは穏やか。もちろんグレーな面もあると思いますし、美化しているわけでもないんですけどね。でも思ったよりは穏やかなことがギャップとして作用します。最後7個目、交通マナーに驚くということです。日本ではハザードランプを挨拶みたいに使う。車線変更で譲ってもらったらパッパッと点灯してありがとう。自分がミスした時もパパってごめんなさい。高速道路で前方が急停止や事故の時は前の車が次々とハザードをつけて後ろに危険を伝えてくれる。事故現場の数百メートルの手前から状況を予測できて感動した。解説しますね。韓国だとクラクションは不満とかハザードは故障になりがちなんですね。特にクラクションはですね、日本に比べてみると挨拶レベルで使っているかもしれません。日本ではハザードは傾向だけじゃないですよね。感謝、謝罪、共有のサイン、クラクションを鳴らさず、感情ぶつけず、先に伝えることで、全体の安全を上げているかもしれません。だから日本で初めてこの使い方を見たとき、道路が会話しているように感じます。皆さん、今日の話どう思いましたか？今日の内容は特別な話じゃありません。全部日本で普通にすれ違う光景です。日本はどんな国ですかね？僕は声を荒く話さず、派手に怒らず、人に迷惑をかけない形で誰かを思う気配りが生活の隅々にまで埋め込まれていると思いました。これを息苦しく感じない人たちが集まっている国が日本なんだと思うんです。面白かったら高評価お願いします。次の動画を見てくださいね。アンニョン。